はい、辻勝利と言います。先天性の全盲の視覚障害者です。30年ぐらいスクリーンリーダーを使って生活をしたり仕事をしたりしています。私は普段白杖を使って、移動しています。コンピューターゲームが好きで、特にストリートファイターなどで遊ぶのが大好きです。今の仕事はスマート HR というところで働いてて、アクセシビリティスペシャリストとして働いています。日本には紙でしかできない手続きっていうのがすごくたくさんあるんですけれども、それをデジタル化することによって障害者でもちゃんと一般の皆さんと同じような手続きができるようになるのが今の私のミッションです。はい、よろしくお願いします。今日は勝利さんにイコールエントリーの VR のテストをしていただきました。目が見えない方でも VR が使えるのかということでテストをしてみたんですけども、そもそも今日来る前に VR を使ったことは今までありましたか？いや初めて体験しました。なんかこう VR ってどんなものとか、なんか VR についてなんか思ったこととか聞いたこととかなんかあったりとかしました？そうですね、なんかこうもっと体の周り中でこう音がいろんな方向にこう動き回ったりとかするようなこうイメージを持ってたんですけど、すごくなんていうかナチュラルな感じっていうか、あんまりこう普段の生活と大きな差はないんだなっていうのがちょっと逆にびっくりしました。なんかもっとこう音が迫ってきたりとかいろんなことを想像してたので。そういうゲームもありますね。音が迫ってきてこうリズムゲームみたいな詰まったいろんなゲームがあるんですけど、やっぱり VR って言うとさっきこの重たいヘッドセットをわざわざ何のためやねんとか思いつつけていただいたかもしれないんですけど、やっぱりこう視覚的な効果がメインのものになるんで、なかなか皆さん目見えない人のためになんで何かをするの VR でみたいなふうなことを思いがちなので、ちょっと僕ら頑張っていろいろ研究中というかやってるんですけど、どんなことがこうできるようになったらいいなとかありますか？やっぱり僕が一番やってみたいのは新しい場所に行く時のシミュレーションができるようになるといいなと思ってて、さっきも例えばカンファレンスルームのドアまで何フィートみたいな話とかあったんですけど、それにこう実際のその場所の音などをこうミックスしながら、なんかこう実際に歩いてるのをなんとなくこうなんていうか体で体験して、で実際にその場所に本当に行く時のなんか助けになるんじゃないかなと思ってて。確かにその視点はなかったんですけど、でもよく考えれば僕も生活の中で事前に Google マップで画像を見て、車とかで行く時やったらここから駐車場に入れるみたいなのを考えてから同じことですよね。そうですね。視覚障害者にとってのランドマークっていうと、例えばなんだろう、駅でいうとそのピンポンって鳴ってるような音とかありますし、あとは最近結構分かりづらいんですけど、お店によってこうそのお店らしい曲をかけるところとかってあるじゃないですか。例えば昔だったらマクドナルドとかはマクドナルドの歌が鳴ってるから分かるとか、ビッグカメラはビッグカメラの歌が鳴ってるから分かるとか、なんかそういうその場所で鳴ってる音をミックスした感じで、実際に自分がそこを訪れる時のシミュレーションができるようなものって絶対面白いと思うんですよね。なるほど。ちょっとこれからのこう何を作っていくかのですごい参考になりました。ちょっと考えてみます。今日イコールエントリーが作ったものをテストしていただいたんですけど、ざっくりとした感想とかってどうですか？どうでしたか？やってみて。いやこれまで本当にゲームにしかコントローラーを使ったことがなかったので、実用的に使えるものっていうのに初めて会ったような気がして、だからすごく興味深かったし、なんかなんて言うんでしょうね、こう商品を実際にコンビニでなんか
もともとあんまりコンビニの商品は買う前に触らない方がいいだろうみたいなことを思ってるものの、やっぱりどんなものが売ってるのかっていうのは知りたいので、こういうなんていうか VR を使ってコンビニのこの辺にはこういうものが陳列されてることが多いんだよとか、なんかそういう情報を知ることができたら、なんか買い物も楽しくなるんじゃないかなって。ああ、なるほど。確かに可能性広がりますね。そうですね。お店の人に例えばウーロン茶をくださいっていうと、ウーロン茶だけを持ってきてくれるんですね。でそのウーロン茶の近くにあるであろう、例えばルイボスティーの話とかは、今日はこういうルイボスティーがありますよとか、なんかそういう話っていうのは特にしてくれないので、やっぱりそれは自分でなんていうか実際に棚を見て回るしかないじゃないですか。目が見える人だったら視界にパッと入ったもので何これ見たことないみたいな感じで飲みますけど、そもそも知ってるものしか今のところ、聞けないっていう。そうなんですよね。だからそういうお店に行く楽しみが増えそうだなって純粋に思いました。すごいいろいろ急に可能性が広がりました。すごいさっきも言った通り視覚的な体験っていうふうにほとんどの人思っているので、なんで目が見えない人が使えるようにするのって純粋にみんな疑問に思ってしまいがちなんですけど、すごいいろいろお話聞けて相当可能性が広がるなと思って興味深かったです。そうなんですよね。その視覚障害者ってやっぱり買い物に行く時ってなんか目的を持ってないといけないみたいな、なんかウィンドウショッピングっていうのが苦手なんですよ。ここにあるなんていうかなんていうの、新しいケーキのケーキがショーウィンドウに入ったねとか、なんかそういうことってあんまり考えないんですよ。マロンケーキが食べたいとか、なんかそういうきちんとした目的があることしかやらないので、あそこのいちごケーキ美味しそうとか、なんかそういうことってあんまり考えないんですよね。なんかそういう可能性が広がりそうで、視野が広がるっていうか、その言葉自体が目が見える人の言葉ですけど、まさに視野が広がるっていう感じですよね。そうですそうです。なるほど。今日はありがとうございました。ありがとうございます。また使わればよろしくお願いします。というわけでイコールエントリーの VR のテストでした。ありがとうございました。ありがとうございます。